皆さんどうもこんにちは。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、今回は、早速なんですが、私、飛び出し事故を防ぎたいということでやっていきたいと思います。私、今まで何度も飛び出し事故に遭っておりまして、例えば特に多いのがヤマトヌマエビであったり、ミナミヌマエビもたまに飛び出しますよね。で、ずっとなんとかしたいと思ってました。特にこの水槽です。これ、ネオグラステラ水槽 H23 という水槽なんですが、水位をある程度高く保ちたい水槽でして、でこれが飛び出し事故が本当に多いんですよね。で前面部が低くなっているスタイルの水槽で、お魚もびっくりするとこう前から飛び出してしまう。後ろは高くなっているので飛び出したことはないんですが、ということで実は昨年末から注文していたものがあります。それがこちらです。ネットでとあるものを注文していました。やっと昨日届いたので早速開封していきます。かなりでかい箱で届きましたが、果たして中身は何でしょう。じゃじゃーん。これ実はポリカーボネートになります。ここでポリカーボネートの説明をしておきます。熱可塑性プラスチックの一種で、透明性、耐衝撃性、耐熱性、難燃性、寸法安定性が高いということで、カメラなどのさまざまな家電製品に使われており、防弾ガラスにまで使用されるという高い耐久性を誇ります。強度はアクリル板の30倍あるといいます。加工の面ではアクリル板より難易度が高いということで、耐水性はアクリル板よりポリカーボネートの方が上なのかなというデータもあります。でこちら厚みが 5mm、 幅が 30mm、 長さ 600mm のガラスクリアという色味を購入しました。水槽の色味に一番近い色になります。でこれを5枚購入しました。でこれ実は色味はもう想像通り完璧でして、で厚みについては少し不安がありましたが、持った感じはそれほどたゆむようには思いません。で当然ガラスのような硬さはありませんが、適度にしなるため、これはきっと丈夫ということでしょう。でそれと同時に購入したのがこちら、厚み 8mm、 幅が 10mm、 長さ 20mm、 これも同じくポリカーボネートのガラスクリア色になります。これを10個購入しました。でこれ何に使うのかと言いますと、実はこんな感じで水槽の前面部にかけておきます。こうすることで飛び出しやすい前面からの事故を防ぐということになります。これ水槽が60センチ幅なので当然ですがぴったりになります。横から見るとこんな感じ。いや当然厚みの分盛り上がるんですが、ガラス色のおかげでそれほど違和感はありません。で少し中央部がたゆんでいるのが分かりますよね。前から見るとこんな感じ。これちなみに金額はですね、まとめて最後にお知らせしますので最後までご覧ください。でしかしこれを載せただけでは当然これずれ落ちるということで、そこで必要になるのがこちら、この小さいパーツになります。1つの板に対して2つのこの小さなブロックを使います。なんとなく小さくてこれ可愛らしい感じがしますよね。でこれをどうするのかと言いますと、こんな風に板に接着をさせることでストッパーの役割を持たせます。これを左右の2箇所に取り付けていくということになります。そこで必要になるのがこちら、これアクリル樹脂用接着剤です。これポリカーボネートも接着可能なもので近くのホームセンターで購入しました。では早速接着していきたいと思います。まずこの小さな容器に接着液を移し替えていくらしいです。これ嫌な予感しかしませんよね。でちなみに手袋をしてくださいとのことですが、なかったので素手でやります。皆様は必ず手袋を使ってください。これをここに入れるだけ、入れるだけなんですが、私怖いので一応納品書を下に引いておきたいと思います。では行きます。っていうことでやっちもうたと。本当に私ね、毎回のごとくやらかしますよね。しかも紙なんか引いても無意味なのにね、とりあえず近くにあった息子のお尻拭きで拭きます。いやもうこれ跡が残ったら死活問題でとにかく証拠隠滅を図らなければということで、皆さんはこぼしても大丈夫なようにしっかりした準備をしてください。そして焦った私は3回こぼしました。
はい、しっかり証拠隠滅できたということで切り替えていきましょう。先ほどの小さな容器に針のような細い注入器を取り付け接着面に流し込んでいくようです。流し込んで数分すると接着するとのことで、それまではしっかり押さえておきます。これ容器を押さずに傾けるだけで結構な量が出ますので、少しの量でしっかり固まりますので、流し込みすぎにはご注意を。なんとか流し込めたようですので、しばらく待ちます。一応これで数分待ちましたが、意外と数秒程度で接着してくれました。このままの勢いで反対側も行きます。でちょっと言い忘れてたんですが、取り付ける位置はガラスの厚みを考慮に入れて、ある程度余裕を持たせて接着させた方がいいと思います。私の場合は厚みプラス 1mm の位置に取り付けました。はいと、やっぱりミスりましたね。これ後で気づいたんですけど、少々これね、ついても拭いたりせずにそのまま放置した方が逆に綺麗かもしれません。拭くタイミングが少しでもずれて遅れるともう白くなっちゃいますので、放置した方がいいかもしれません。はいと、何はともあれ完成しました。では実際に乗せてみましょう。はいと、これは正直完璧です。ちょっと失敗したところもあるんですけど、出来上がりは満足です。これね、触ったりしなければずれ落ちることもなさそうですし、前から見ても違和感ありませんよね。ガラスの前面部にかぶせるように乗せているので、中央がたゆむこともありません。珍しく満足のいく結果となりました。で、あとは同じものを4枚製作しました。で、この水槽に2本使います。こちらもオープンアクアリウムでエビがかなり飛び出します。ひどい時は毎日のように飛び出していました。これ水位を減らすと排水パイプとの兼ね合いで問題が生じるので、ずっと悩んでいたんですよね。ということで、このように前面部にまずは乗せます。そして同じく背面にもかぶせます。で、こんな感じになりました。いやー、これいいですね。やはり色がガラス色なのがいいですね。実はもう一つこちらの水槽にも乗せていきます。これも同じくオープンアクアで水位が高い水槽で、一度グラスキャットの飛び出しがあって一面は取り留めたんですが、対策をしないといけないということでやっていきます。これも前面と背面に取り付けていきます。ちなみにこちらと60センチ水槽は厚みが 6mm あるので、パーツの取り付け位置も調整しています。このように2箇所配置しました。で、後ろ側が水槽の縁にかかっていないので少したゆむんですが、それほど気にはなりません。水分で劣化してどうなるかはまたご報告したいと思います。前から見るとそれほど違和感はないですよね。アクリル水槽のフランジみたいな感じですかね。私的には結構好きかもしれません。確かにない方がすっきりはしますが、これで飛び出し事故が防げるのならばこれぐらいのことは気になりませんよね。ただ唯一気になるのはここで、当然これサイドはガラ空きになります。ですのでここから飛び出す可能性はありますので、ただ一番飛び出す可能性の高い角はしっかりガードをされています。ですので今後さらに対策するかは様子を見ていきたいと思います。ということで最後にいくらかかったのかをお知らせします。今回私が購入したのが端材屋さんというショップで、ポリカーボネートのガラスクリア色、厚さ 5mm サイズ 30×600mm 重量約 0.11kg、 税抜き価格381円 ×5 個、それと厚さ 8mm サイズ 10×20mm 税抜き価格99円 ×10 個を購入しました。で、こちら金額が合計2895円プラス消費税289円、それに送料900円で、なぜかポイント割の100円っていうのがありまして、合計3984円になりました。あとは接着剤を600円ほどで購入しましたので4500円程度になります。正直私には高いのか安いのかは分かりませんが、 DIY すればもっと安いかもしれません。ただ DIY すると失敗しそうだし汚くなりそうですし、私的には大満足な結果になりました。端材屋さんのリンクは概要欄に載せておきます。気になる方はチェックしてみてください。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。